メンタルを回復させるとはどういうことかですね。今はダメな自分がいるけれども、これは改善していけるぞみたいなね。自己コントロール感っていうのは何かって言ったら、ストレスだけじゃなく、不安とかもですよね。新しいところでやっていけるのかっていう、不安の感情もネガティブな感情なので、今1週間ぐらいなんかすげえずっとネガティブな出来事を繰り返し考えてた時期とかあったんですが、今はもうある程度1日あれば治りますね。はい、どうも、くー先生です。よろしくお願いします。今日も張り切って YouTube 撮っていきましょう。はい、今回のテーマですが、メンタル悪化の原因と対処法についてですね。はい、このチャンネルでは、脳科学や心理学、マインド改善法を通して、自己実現につながる自己成長を促す実用的なノウハウをわかりやすく発信しております。よかったらチャンネル登録お願いします。さて、今回のテーマですが、一言で言えばメンタルヘルスですね。このチャンネルのコンセプトは、自己成長、自己実現っていうのがあるんですが、自己実現っていうのが自分の能力を最大限発揮して、活用できるようになることですね。そのためにはメンタルの安定が欠かせないんですけど、まずは、メンタルが悪化するってどういうことなのかっていうか、定義ですね。をはっきりさせたら、対処もしやすいので、今回その動画を撮らせていただいております。メンタルを強くするためには、メンタルの健康も大事だよねってことですね。もう体調不良で熱もあって、怪我だらけで足も骨折した状態で筋トレとかできないですもんね。極端な話ね。まずは健康土台があってこそですね。はい。ということでやっていきましょう。この動画は、日常的にストレスを抱えやすくて、傷つきやすい人ですね。傷つきやすいんだけど、その分メンタルを早く回復させたいっていう人に特におすすめですね。メンタルヘルスは充実した人生を送っていくためには欠かせない要素なんで、言わずもがなって感じなんですが、特に今挙げた、傷つきやすくて立ち直りが遅い人は特に参考になるんじゃないでしょうかね。はい、まずは定義からいきましょう。大枠を捉えてから、細かいとこ行って、最後に解決策を言った方が、わかりやすいかなって感じなので、まずメンタルが悪化するってどういうことなのかっていう、言語化ですね。メンタルが悪化することで起こること、こういう悪いことが起こるよっていう例で、1個目が、落ち込みによるやる気の低下ですね。場合によってはやる気が全くなくなるっていう場合もありますね。ストレスやイライラや、良くないこと、気持ちが下がるようなことで、やる気が下がっていくってことですね。で、二つ目が不安や焦りによる、集中力の低下ですね。心が落ち着かない荒れてる状態、不安とか、焦りがあるとミスが多くなると思うんですが、それって集中力が、低下してるってことでもあるんですよね。で、三つ目が、似たような感じなんですが、イライラが収まらず落ち着かないって感じですね。どうしても腹の虫が収まらない。こういうのもメンタルの悪化してる状態と言えますね。で、4つ目が、自信喪失による、自己否定感情の増加ですね。一言で言えば、自分はなんてダメなやつなんだろうって、はあ、みたいなね。自分が自分を責めて、落ち込んでる状態って感じですね。落ち込んでると自己否定がちになりがちっていうのがあるんですが、それもメンタルが悪化してる証拠ですね。で、5つ目が、実際に体の症状として出る感じですね。メンタルの状態の悪化によって、体に異常が出る感じ。例えば、睡眠障害とか、あとは食欲不振とかですね。失恋のショックで食事も喉が通らないわ、みたいなね。メンタルが悪化したことによって、体に出ちゃった反応というかね、悪い反応、悪影響が出てる状態ですね。つまりメンタルの悪化っていうのは、ネガティブな感情が、中で膨らんでって、精神的な機能、集中したりとか何かに取り組んだりっていうのが、できにくくなってる状態ですね。一言で言ったら、精神的な不調ですね。メンタルの悪化。そのままですね。メンタルの悪化で、やる気が落ちたり、自己否定的になったり、イライラや、不安とか焦りが収まんなかったり、あとは、眠れないとか、食欲がないとか、そういう感じですね。精神的にも身体的にも不調をもたらしている状態が、メンタル悪化のデメリットですね。はい、それを踏まえた上で、メンタルを回復させるとはどういうことかですね。主に7つありますね。どんどん上げていきましょう。1個目が、心の安定ですね。メンタルの安定。前の動画でもメンタルが強いってどういうことっていうのを解説した動画があるんですが、一言で言ったら、メンタルがブレにくいってのが、メンタルが強いっていう状態なんですね。メンタルがブレにくいってのは、感情の波が、穏やかというかね、すごい心に平和を感じるというか、穏やかでいられる状態が、メンタルが安定している状態ですね。やばい、あれしなきゃ、これしなきゃ、みたいな焦りとかもなく、すげえムカつく、イライラする、この感情どうしよう、みたいな、そう激しいのがないみたいなね。はい、二つ目ですね。メンタル回復によって目指すべき状態ですね。
自己肯定感の回復ですね。自己肯定感っていうのは、いろんなメンタルヘルス系の、ハウツーとかでよく出る定番ですね。知らない人もいないんじゃないかなっていうぐらい、有名なんですが、一言で言ったら、いいところも悪いところも含めて自分を受け入れてる状態ですね。受け入れられる感覚が、自己肯定感ですね。私は私のままでいいんだっていう感覚ですね。自己肯定感が高い究極系は、生まれ変わってもまた同じ人生、また同じ自分でいたいって思えるのが、自己肯定感の究極系と言われていますね。私がいいみたいな。私じゃなきゃダメみたいなね。私は私がいいみたいな状態ですね。っていうこの感覚を回復させるのが、メンタルを回復させる目的の一つですね。で、3つ目ですね。メンタルを回復させる目的とか、目指すべき状態ですね。前向きな思考を手に入れることですね。よく言われる、昔からよく言われるポジティブシンキングになれるようにですね。メンタルを回復させることで、前向きに考えられる。前向きっていうのは、将来に対して前向きに。今はこの底辺にいるかもしれないけど、いずれは上を目指せるだろうみたいなね。なんだろうな。前向きっていうのは、どんな状況も乗り越えられるぞみたいなね。気概があるというか、そんな感じですね。今は辛くても乗り越えられるぞみたいな感じですね。今はダメな自分がいるけれども、これは改善していけるぞみたいなね。自分に対する希望とかも前向きな思考ですよね。で、4つ目ですね。メンタルを回復させる目的、目指すべき状態が、良好なコミュニケーションを築くために必要ってことですね。メンタルが安定している、感情が穏やかになってれば、人に接するときも穏やかに接しられるというかね。これも想像に難くないですよね。イライラして、負の感情がダダ漏れの人と、すごい穏やかで、みたいな、攻撃力ゼロみたいな人、どっちが接しやすいか、良好なコミュニケーションを取れるかって言ったら、精神、メンタルが安定してる人ですよね。断然ね。たまにイライラしてる人ってが、好戦的な人に近くにいることによって、自分のテンションも高めるみたいな人も、戦闘狂みたいな人もいたりする、いたりしますけどね。議論好きとかね、戦闘好きな人いるんですよね。過去、1人、2人ぐらい会ったことあるかな。はいはいって素直に言ってる人よりも、すごい反抗的な人が好きみたいなね。一定数いますよね。言いたいことを言いまくってるやつが好きみたいなね。自分は関わるのは嫌だけど、みたいな人もいたりしますよね。マツコ・デラックスとか、有吉さんを見てるような感覚ですよね。うん。名前出していいか僕ちょっとわかんないですけど、有名人ならいいかな。どうだろう。誹謗中傷じゃないので、はい。ガンガンすごい本音で吠えてるというか、怒りを爆発させるのが面白いみたいなね。ただ相手を攻撃してるんじゃなくて、共感できるから、あれは面白いんですけどね。すごい、高度な共感能力とか、そうですね。自分の強い信念が、あってこその面白さではあるんですけどね。はい。ちょっと話が脱線しましたね。とりあえず良好のコミュニケーションを取るには、しっかり調べたわけじゃないので数字には表せないんですけどね。大体数多くの人も半数以上に当てはまるんじゃないかっていうのが、感情が荒れまくって、激しい人よりは、安定した人の方が、コミュニケーション取りやすいっていう感じですね。はい、5つ目ですね。メンタルを回復させる目的ですね。自己コントロール感の回復ですね。自己コントロール感っていうのは何かって言ったら、自分で自分のことを決める。自分をコントロールしてる感覚。そのまんまですね。自己コントロール感が回復することで、自分の人生に主体的に、向き合い、自己決定できるようになるって感じですね。自己決定とか、自己判断とか、そういう能力、これも能力なんですけど、前頭葉が、活性化することによって、自己決定力というか、決断力とか判断力が上がるんですが、メンタルが安定することによって、脳の活動も安定するので、必然的に、決断力も上がるかなって感じですね。あと自己コントロール感ですね。そうなんですよね。詐欺師に遭いやすい人って心が病んでたりね、メンタルがちょっと安定してない不安が大きいとかね、時に人に騙されやすかったりしますよね。それは自己決定ができない状態とも言えますよね。言い換えたら。自分で自分のことを決められないから他人の判断に委ねちゃうみたいなね。そう、不安。なんで詐欺師とかよく使うのかな。相手を不安にさせてみたいなね。自分に依存させるみたいな。自己決定できないように混乱させるみたいなね。ありますよね。皆さんお気をつけくださいって感じですね。メンタルが病んでる時とか、安定してない時のうまい話ほど、危ないことはないので、お気をつけくださいって感じですね。またちょっと脱線したんですが。で、6個目ですね。メンタルを回復させる目的ですね。興味関心の復活ですね。これも言わずもがなですね。メンタルが病んでる時、不安とか恐怖とか焦りとか、負の感情がすごい波打ってる時とかは、楽しむ余裕がないとかね、ありますよね。落ち込んでる時に、今はそんな気分じゃないのみたいなね、感じですよね。遊び行こうとか言われてもね、ごめん、今それどころじゃないのみたいなね。
気分転換になるよとか、そうかもしんないけど、みたいなね。ここで落ち込んでてもしょうがないし、体を動かして、頭切り替えるかってできたらいいんですけどね。でも正常時に比べたら、興味関心が落ちてる状態ですよね。落ち込んでる状態、メンタルが荒れてる状態と、穏やかでいられてる時の状態、どっちの方が、もう物事にワクワクしやすいかって言われたら、心が安定してる時の方が、好奇心が湧きやすいっていう感じですね。メンタルを回復させる目的、目指す状態ですね。7つ目が、身体症状の改善ですね。これはもうメンタルヘルス、メンタルケアの領域ですね。心理セラピーとか、そういう分野ですね。心の問題を解決することによって、心の問題が原因で出ている体の状態を、良くするって感じですね。さっきの、食欲不振とか、夜眠れないとかも、メンタルを回復させることによって、改善できる感じですよね。主にこの7つですね。メンタルを回復させる目的。メンタルを回復させることによって目指す状態ですね。はい。で、次、メンタルが悪化する原因ですね。メンタルが悪くなる。何かが起こるってことは、結果に対して原因っていうのは必ずあるんですけど、この世の原理原則ですね。原因と結果の法則というか、悪い結果が起こるには悪い原因があるわけで、その悪い原因が何なのかっていう話ですね。で、メンタルが悪化する主な要因ですね。大きく分けて6個あるんじゃないかって感じですね。1個目がよく言われるのがストレスですね。過度なストレス。人間関係のストレス、仕事のストレス、あと環境、慣れない環境によるストレスとか、慣れない仕事による不安とか焦りとか、そういうののストレスですね。プレッシャーによって心が圧迫された状態とかね。感じる窮屈さとか、そういうのもストレスですよね。あとは経済的な問題、お金が足りないとか、そういう不安とかも、ストレスになりますし、あとは大切な人との別れとかもね、心に傷を残すような出来事も、ストレスですよね。で、そこにつながるんですが、2番目が、トラウマ体験ですね。深刻な事故とか災害に巻き込まれた時ですね。PTSD とか、そういうんですね。が起こるような、大きい事故とか事件ですね。トラウマってやつですね。トラウマもメンタル悪化の大きな原因ですね。幼少期の親から受ける暴力とか、DV とかもですね、トラウマが、心の傷として残ってて、それを思い出すたびにメンタルが、悪化していく原因にもなりますよね。で、3つ目ですね。1個目のストレスの時でも言ったんですが、環境変化ですね。ストレスだけじゃなく、不安とかもですよね。新しいところでやっていけるのかっていう、不安の感情もネガティブな感情なので、メンタルが悪化する原因の一つですね。環境変化ですね。引っ越しだけじゃなく、転職とかもそうですよね。新しいところでうまくやっていけるんだろうかみたいなね。ちょっと孤独感を感じるみたいな感じですね。あとはシンプルに生活水準が低下も、環境変化ですね。前は裕福な暮らしできてたのにみたいなね。何か大きい事業で失敗しちゃって、みたいな、前みたいな生活ができないみたいな、とかね。メタにはないんですけどね。で、4つ目ですね。メンタルが悪化する原因ですね。身体的要因ですね。体の状態がメンタルに与える影響。メンタルの状態が体に与える影響。相互に、影響し合ってるんですけど。例えば過労とかですね。働きすぎて、みたいな。睡眠もろくに取れてないみたいなね。とか、あとは病気による不安とかですね。あとは睡眠障害。さっきも言った、よく眠れないことで、心が、ストレスを感じやすくなったり、心が荒れやすくなったりしますね。あとは不規則な生活習慣。これもメンタル悪化の原因になりますよね。徹夜が続いたりとかね。あとは暴飲暴食とかね。体に負担がかかって、みたいな。あとはその不規則な生活をしている、だらしない自分を見て、自己肯定感が下がったりね。もう、メンタル悪化の原因になりますよね。あとはお酒の飲み過ぎとかもね、メンタルにはあんま良くないですよね。メンタルに良くないというか、アルコールの取りすぎで、脳が萎縮しちゃって、メンタルを回復させる、ストレスに対応する、機能が低下しちゃって、みたいなね。負のループって感じですよね。直接的な原因ではないとはいえ、適度なアルコールで楽しい気分になってストレス発散になる人もいるんですが、長いこと続けていったら、脳にダメージがいって、ストレスを処理する機能も落ちていくので、長期的に見たら、メンタル悪化の原因にはなりますね。で、5つ目ですね。メンタルが悪化する原因。社会的要因ですね。差別や偏見とか、あとは社会的不平等とかですね。ここら辺はちょっと YouTube で取り上げるとあんまり良くないので、軽く言う程度なんですが、社会的、差別というか、そういうので、ストレス
とか怒りとか感じたりですね。っていうのがありますね。で、6個目ですね。6個目は自分要因っていうか、自分が原因なんですが、自己否定の習慣ですね。自分の失敗を過度に責めたり、自分はなんてダメなやつなんだみたいなね。自己肯定感を下げる言葉を自分自身に繰り返し吐いたりね。ネガティブな思考をぐる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 、繰り返す。これも悪癖といえば悪癖ですよね。気持ち切り替えて、別のことをやってる間に前向きに気分を取り戻すとかできたらいいんですけどね。同じ考え、ネガティブな考えが、ぐるぐるすると、メンタルも回復していかないので、メンタル悪化の原因になりますね。いやー、自分は昔ね、あったんですけどね。そうなんですよね。もう嫌なことがずっと忘れられないみたいなね。今はもうその場だけで済ませられるように。メンタルヘルスの、技術とか、いろいろ学んで、そうですね。すぐ、立ち直りは前に比べたら10倍ぐらいかな。今1週間ぐらいすげえずっとネガティブな出来事を繰り返し考えてた時期とかあったんですが、今はもうある程度1日あれば治りますね。美味しいもの食べてよく寝たら、忘れられるようにはなってますね。あとはメンタルヘルスの、テクニックとかいろいろ使ってね、って感じですね。はい、これでメンタルを回復させる目的と、メンタルが悪化する原因、あとメンタル悪化によって起こる、良くないこと、デメリットですね。説明したんですが、ここでメンタルを回復させるポイントですね。解決策というか、お話ししていこうと思います。で、メンタル回復のポイントは主に5つですね。1個目は、基本ですね。しっかり休むですね。脳の状態が、メンタル、脳とか体の状態がメンタルに影響を与えるので、脳と体の状態を良くするって感じですね。シンプルに。しっかり休むですね。質のいい睡眠をちゃんとしっかり、8時間しっかりとる。あとは、休暇は休暇でしっかり休む。心を回復させる活動。趣味とか、楽しいこととか、リラックスするような趣味とかでもいいんですけどね。休みの間は仕事のことを考えないみたいなね。ストレスになるようなことを考えないみたいな。しっかり休むみたいな。一日何にもしない日を作るのも、おすすめですね。月に一度でもいいので、チートデーって言うんですかね。もうこの給料日は絶対何もしないみたいなね。ダラダラして過ごすぞみたいなね。そういうの一日でもあってもいいですよね。心に余裕ができるというかね。おすすめですね。で、二つ目が、自分なりのストレス解消法を身につけるですね。さっき言った、休息もストレス解消になるのかな。休暇にやる、自分が充実する趣味とか、趣味に没頭するとかですね。ストレス要因を忘れるというかね。忘れられなくて困ってるんだよっていう人もいるかもしれないですけどね。そうですね。ストレス解消法なんで、感情を発散させる趣味がいいかもしれないですね。歌ったりとかですね。歌は結構いいですね。あとは映画とか感動できるものを見て泣いたり、泣くのも結構ストレス解消になるんですよね。あとはペットと触れ合ったり、ペット飼ってる人とか、癒されますよね。昔猫飼ってたんですが、撫でてるだけで幸せみたいなね。ああいうのもストレス解消になってますよね。あとはシンプルに温泉とかサウナとかでのんびりするとか、体をリラックスさせる、マッサージとかもいいかもしれないですね。何でもいいんで自分なりのストレス解消法を身につけとくというのは大事ですね。で、メンタル回復のポイント3つ目ですね。人とのつながりを大切にするですね。週に一度、無理なら月1でもいいんで、すげえ仲いい友達と、話す時間を作るというかね、食事に行ったりでもいいですし、話すことで、心が、回復するというかね、ストレス発散になったりしますよね。悩みを相談できる人が一人でもいればね、メンタルの回復に、大きな貢献というか、効果的な習慣になりますよね。遊びに行かなくても、職場の人で仲いい人にと喋ったりとかでも全然いいんですよね。とにかく悩みとか愚痴とかを我慢せずに、言えるようになるのは結構メンタルヘルスの観点では大事ですね。愚痴ばっかり言ってたらちょっとあんまり良くないかもしれないですけどね。悪口とかね。あんまり。それをよく思ってない人も一定数いたりしますからね。なんで本当に信頼できる人、お互いにそういう話ができる人を一人でもいいので、持っとくのは大事ですね。で、四つ目ですね。これも定番っちゃ定番ですね。メンタルヘルスの、運動習慣を身につけるですね。軽い運動でも大丈夫で、ちょっと早歩きで家の周りを散歩したりとかでもいいですし、もちろん腕立てとか、しっかりとか、5分でも10分でもいいので、筋トレをしたりとかも、結構いいですよね。体を動かすことによって、筋トレとか、そういうので、脳の状態が良くなるので、脳が活性化されて、血流も良くなってね、脳の状態が良くなって、メンタルヘルスにもつながりますね。おすすめなのが朝の散歩ですね。太陽の光を浴びながら歩くことで、セロトニンっていう脳内物質が出るんですが、セロトニンっていうのは、一言で言ったら、安心感とか、爽やかさを感じさせる脳内物質ですね。心の安定には欠かせない脳内物質ですね。不安を和らげたりとか、幸せな感覚というか、穏やかで爽やかな気分。朝の光を浴びて、はーってなってる時、あの感覚はセロトニンが出てる証拠らしいですね。ここでは簡単に、セロトニンについてはまた詳しくまた別の動画で上げさせてもらうんですが、ここではセロトニンが出ることで、心が穏やかになりやすくなりますよって感じですね。
すっきり爽やかに、穏やかになるために、セロトニンが必要って感じですね。これが軽いウォーキングとか、太陽の光を浴びたりすることで分泌されるので、メンタルヘルスにおいて重要ですよっていう話ですね。で、メンタルを回復させるポイントの5つ目ですね。自己肯定する習慣を身につけるですね。自己肯定感ってさっき、自分を受け入れるっていう感覚なんですが、それを、自分を受け入れられるような、習慣を身につけるですね。よく言われるのが、小さな成功体験を積むですね。よく言われますよね。おすすめなのが、達成ノートを書くですね。自分もやってるんですが、今日これ達成したっていうのがあったら、メモ帳、B5 サイズなのかな、なんだろう。なんかポケットに入るぐらいのサイズのメモ帳に、達成したことを書いて、日付と達成したこと、達成したことによる気分を書いていくと、ポジティブな気分書いていくと、すごい達成感が、自分の自信につながるというかね。自己肯定感と同じ並列して、よく言われるのが自己効力感と言われるんですけど、自己効力感っていうのは、一言で言ったら、やればできるって感覚ですね。自分の能力への信頼感というか、してる時の感覚ですね。それを達成ノートに書いて見返すことで、自己効力感が上がって、自己効力感が上がることで自分を受け入れやすくなる。自己肯定感も並列して上がっていくって感じですね。自己効力感が上がることで自己肯定感が上がって、みたいな感じですね。なんで結構おすすめですね。あとはシンプルに日記もいいですね。寝る前か、朝、次の日の朝に、前の日の振り返って、書くとかですね。良かった出来事を、シンプルに書く。感謝し、ありがたいと思った出来事とか、嬉しいと思った出来事ですね。を書くっていうのも、ポジティブ感情を芽生えさせる、効果があると言われてますね。ポジティブな感情になっていけば自己肯定感も高まるし、自己肯定感が高まって、ポジティブな感情が起けばメンタルも安定していくって感じですね。はい、いかがだったでしょうか。本日のまとめですね。ここになんか要点出してるんですけどね。こっちか。こっちに要点出してるんですけどね。1個目が、メンタルの悪化で起こる良くないことって言ったら、落ち込みによるやる気の喪失、不安や焦りによる、集中力の低下、あとはイライラが収まらない、ストレスだらけの状態、あとは自信喪失による、否定感情の増加ですね。あとは、睡眠障害とか、あとは、食欲不振とか、体に出てくる悪影響とかもありますね。メンタルが悪化することで起こる良くないことですね。心の不調によって、精神的なエネルギーが下がったりとかですね。あと自己否定的になったりとかですね。っていうのが、メンタル悪化のデメリットですね。で、メンタルの回復させる目的っていうのが、一言で言ったら大事なのが、心の安定ですね。穏やかな気持ちでいられるようにですね。穏やかな状態にいられることで、自己肯定感も上がりやすくなったりとかね。あとは前向きな思考ができるようになったり、あとは前向きな思考を、心の安定で、コミュニケーション、良好なコミュニケーションが取れるようになったり、あとは自己決定能力、脳の状態が良くなることで、メンタルの状態が良くなって脳の状態が良くなることで、前頭葉も働きやすくなって、自分で自分のことを判断できる、判断力が正常に働くようになるっていうのはメンタルの安定がもたらす効果ですね。あとは興味関心の復活。単純に心が悪化してたらなんかそれどころじゃないみたいな、楽しいことも楽しめないっていう状態になるので、それを解消することで物事の興味も湧きやすくなるって感じですね。あとはシンプルにメンタルが与える脳とか脳の機能下がったり、体にも悪影響あるんですけども、そういうのも改善したりですね。夜眠れないとか、食欲がないとかっていうのも、メンタルの不調で、起こる場合があるので、そういう、メンタル要因で起こる、そういう症状が、緩和されていくよって感じですね。で、メンタルが悪化する原因が、過度なストレス、環境の変化とか、仕事とか人とかのプレッシャーとかストレスですね。あとは環境の変化による不安とかですね。不安とかストレスとかプレッシャーとか、そういうのが、主なメンタルの悪化の原因になりますね。あとは自分で自分を否定する習慣っていうのも、反数思考って言うんですけど、負の思考のループから抜け出せないっていうのも、メンタル悪化の原因ですね。で、メンタル回復のポイントが、まずはしっかり休むですね。脳の状態を良くする。ですね。脳と体の状態を良くすることで、メンタルも安定しやすくなる。ので、しっかり休むですね。もうちゃんと寝て、しっかり休んで、あとはストレス発散法、自分なりのストレス発散法を身につける。サウナとか温泉とか、ペットとの触れ合いとか、人と喋るとか、あと旅行するとか、日記を書く、絵を描く、歌を歌う、映画を見て泣くとかですね。感情を発散させるのがいいかもしれないですね。あとはリラクゼーションが、ストレス発散にいいかもしれないですね。で、あとは、ちらっと言ったんですが、人とのつながりを大事にする。自分のことを話せる、信頼できる人、愚痴を言い合えるような、一人でも作っておくっていうのが大事ですね。感情のはけ口というかね。なんか理解者が一人でもいるとやっぱ違いじゃないですか。そう。そういうのも大事ですね。社会的つながりですね。で、あとは運動習慣ですね。これはもういろんなところで言われてますね。運動の。1日5分でも10分でもいいので、家の周りを軽く散歩するとかでも全然いいんでね。おすすめなのは朝の散歩ですね。太陽の光を浴びることで、心の安定に欠かせないセロトニンっていう物質が出るんですが、心穏やかに、爽やかな気分を引き起こしてくれる脳内物質ですね。が、出るので、軽い運動、朝の散歩がおすすめですね。
筋トレとかでも全然いいんですけどね。筋トレとかによって、脳が活性化して、血行が良くなることで、メンタルも安定していく感じですね。やる気が高まったりね、もしますんで。あとは、自己肯定感を高める習慣ですね。おすすめなのが、達成ノートを書くですね。持ち上げるメモ帳に、達成したことを書いて、その時の気分を書いて、振り返ることで、自己効力感、自分への信頼感が高まって、そこから、自己肯定感、自分を受ける感覚も上がっていくって感じですね。はい。いかがだったでしょうか。メンタルはね、自分の活動とか、人生を充実させるためには、必須かなっていう感じで、今回話させていただいたんですけど、ぜひともね、無理せずですね、今メンタルが悪化してるなって、少しでも当てはまった方は、自分なりのメンタル回復法を、今回話した内容でもいいですし、その考え方から、自分なりのやり方を見つけてもいいですし、ぜひともメンタルを回復させる、習慣とか、やり方を見つけてみてください。はい、こんな感じで、このチャンネルでは脳科学や心理学、マインド改善法を通して、自己成長、自己実現ですね、の手助けになるような、実用的な情報を発信しております。今回の動画が良かったら、ぜひともグッドボタンとシェアお願いします。あとは、自分ブログを書いてるんですが、こういう系ですね、自己成長につながる情報ですね。このチャンネルのコンセプトと同じですね。脳科学とか心理学とかマインド改善法のノウハウを書いたブログがあるので、説明欄に URL あるんでね、見ていただけるとありがたいです。で、ついでに電子書籍書いてて、道しるべっていうタイトルなんですけど、生きる意味とか情熱の感覚の見つけ方、使命感の見つけ方、目標の立て方、バイアス回避法、あとは自分の価値観を浮き彫りにする、自分への気づきを与えて、マインドを修正していく自分への問いかけをセルフトークって言うんですけど、そのセルフトークリスト、自分の価値観を浮き彫りにするセルフトークリストですね。120個ほどあるんですけど、そちらも特典としてある、電子書籍、道しるべっていうのが、ブログに入っていくと、リンクがあるので、そちらも見ていただけると嬉しいですね。はい、ということで、今回は、メンタルヘルスですね。メンタルが悪化する原因と、対処法についてお話しさせていただきました。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。感謝しかありません。よかったらね、また別の動画でもお会いしましょう。ふう先生でした。またね